Meshtabi. This program brought to you by Babo and Green. Konkai no Meshtabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Akita Gulamade 12 des. Let's get it started. 1. Akita. Kanban Gonen door. 秋田市中心部にあるエリア中市という再開発商業施設の1階にあります。駐車場も豊富にあって便利な施設よね。店名の漢文五年堂というのは稲庭うどん発祥年1665年に由来するということですね。会社の創業は1976年からだそうです。こちらは生麺と乾麺の食べ比べができるお店ですね。でも稲庭うどんといえば乾麺でしょ。そうだね。手延べ製法による干しうどんっていうのが稲庭うどんの定義なので、生麺は普通にうどんってことだよね。そりゃ生はうまいでしょう。味比べ断然生派。そりゃ生だよ。比べると乾麺ちょっと肩身狭いよね。美味しいのに。だね。乾麺はそうめんっぽい感じかな。これはこれで軽くていいけどね。稲庭はやっぱ高級だよね。香川のガモうどんなんて小で150円、大で250円だからね。安っ。うどんは地域で相場が一番違う食べ物かもね。だな。 2. Yokote. Fujiwara Shock door. 横手は秋田県東南部に位置する人口8万3000人ほどの秋田県2番目の市よ。2月に行われる伝統行事、鎌倉でも有名なかなりのんびりとした雰囲気の町だったよね。横手の鎌倉は450年以上も歴史があるんだって。2月の雪祭りのミニ鎌倉は幻想的でいいよね。ミニ鎌倉素敵よね。そんな横手のご当地グルメといえば横手焼きそば。なんかビンドゥンドゥンみたいね。ビンドゥンドゥン？なんだそりゃ。北京五輪のマスコットキャラクターだよ。小橋陵侑胸に入れてたやつだ。かわいいでしょ。9年連続焼きそば四天王に輝いた名店。開店前から行列だったけど20分前に前倒しで開店してくれたのよね。時間前倒しオープンは珍しいですよ。荻窪トマトさんで以前に一度経験していますが嬉しいですよね。冬ねすんごい寒かったのさ、で1時間ぐらい並んでたかな。20人ぐらい並んでたと思うんだけど、それこそスクワットしながら寒さしのいでた感じ。そうしたっけ。トマトさんは結構ご高齢のご夫婦がやってんだけども、奥さんが出てきて、開店30分前だよ。寒いでしょ、開けますのでどうぞ入ってくださいってね。食べログ不動のずっと日本一のお店だよ。必ず大行列のお店なのにすごいよね。感動したわあの時。素敵だね。爪の赤を煎じて飲まなきゃいけないお店たくさんあるよね。あるね。3. Yokote. Friend Doru. すごいわね。レジに行列ができてたわよ。横手ピーポー全員買いに来てるんじゃねっていう感じだったね。はい。メロンパンへの期待をいい感じで裏切ってくれたよね。カリカリ外側じゃないんだよね、ここんちのメロンパンは。そう、面白いでしょ。ふわふわメロンパンもいいよね。いいね。あとコーヒールンバさ、ネーミングだけで買っちまうよねこれ。コーヒールンバって歌あったよね。誰だっけ。西田幸子だろ。はあ、荻野目ちゃんだ。原曲はベネズエラの作曲家ホセ・マンソ・ペローニさ。誰。4. Kakunodate. Sakai ya. 大仙市街地から田沢湖の方へ車で30分ほどのところにあります。久野立ののどかな街並みの果物屋さん。建物の雰囲気がいいですね。果物屋さんのフルーツたっぷりパフェがリーズナブルに味わえるのが嬉しいです。パフェは美味しいんです。はい、人生初レモンパフェ。予想通り酸っぱ。でも凍った輪切りレモンがシャリシャリデリシャスです。本日のビタミン摂取完了。やはりマンゴーは裏切らないね。マンゴー美味しいよね。でもやっぱり感じましたね。やはりマンゴーとサバは紙一重なんです。サバ感じた。後味にほんのりね。わかる。ネットに書き込んでる仲間いたよこれ。マンゴーってサバの味しません？マハロさんっていう人の書き込みね。私たちだけじゃなかったね。ベストアンサー受けたよね。思ったことないですってね。
冷たい返事。でも共感したボタン3人押してたよ。私も最初まさかって思ったけど、言われてみるとサバっぽいよね。だろう。近所にある安藤酒造も面白いよね。そうそう、醤油のソフトクリームね。醤油ソフトクリームってなるよね。正直醤油はあんまり感じれなかったけれども、カラメルっぽい味がしたかな。この醤油はガクトにしか感じ取れないやつかもしんないね。5. Akita, Chinatown. 秋田のソウルフードのちゃんぽん屋さん。北海道ではちゃんぽんというものはあまり馴染みが薄いかもね。リンガーハットも店舗数少ないもんな。国内600店舗もあるのに北海道何軒だと思う？そうね。2、30軒 ?3 軒しかないんだぜ。ちゃんぽん言うたらビール、焼酎、日本酒、ウイスキーごちゃ混ぜ飲むみたいなイメージだけど、それはあんた得意よね。ごちゃ混ぜっていうのはまんざら間違いじゃないわね。ここちゃんぽんはあんかけってのが独特だぜ。そうね、溢れそうなんだけどあんかけのあんが溢れさせないって感じで表面張力半端ないわね。そうそう、スープの上にあんが蓋してっから冷めないんだよね。これがやけどに要注意だ。後半はそこの方からサラッと系のスープが現れて変化を楽しめるのがいいよね。計算されてる。もっとジャンキーなイメージだったけど昔の札幌味噌ラーメンっぽい味で懐かしかったな。私これ好き。これパイセンプライベートで来てたっぽいね。ほんとだ。6. Akita, Satoyosuke. 稲庭町はもともと良質な小麦の産地で、これに着目した秋田藩主が稲庭の村人たちに命じてうどんを作らせたのが稲庭うどんの始まり。当初は藩主への上納品として納められていましたが、宝暦2年1752年には藩を代表する名産品として藩主が江戸に出向く際の贈答品として使われ、将軍家や各大名にも絶賛されたそう。明治以降は天皇家に上納されたそうです。このように当時の稲庭うどんは高級品で一般庶民が口にするのは難しかったそうですよ。つけ汁がカツオとごま両方ついてくんだよね、これ。でどっち派？やっぱりカツオつゆかな。やっぱり。でも稲庭うどんってさ、パスタっぽいからカルボナーラとかトマトソースでも美味しいよね。それは私のクッキングのおかげじゃないのかしら。それによるところが大きいです。はい。あ、また稲庭うどんの切り落とし買ってかなきゃ。あ、そうそう、地元ではかんざしって呼ばれてるんですって。なるほど、確かにかんざしっぽいね。この端っこ太めで平打ちパスタっぽくていいんだよね。今度はジェノベってみようかな。いいね。7. Akita, Custard Leaf. 店構えはあんなに美味しいイメージではなかったんだよね。またそういうこと言って。だって達郎系でしょ、ある意味ここ。確かにそうね。シュークリーム歴代1位かも。重量級で？重さではナンバーワン。これ間違いないね。食べる難易度もナンバーワンかも。確かに。説明が難しいけど噛んだら出ちゃうし、吸うには肺活量不足になっちゃうし。とにかくたっぷり重たいくらいのカスタードが入ってて美味しいんだよね、これが。これ150円ってすごくない？コンビニに置いてほしいわ、これ。たっぷりカスタードだけどくどくないのよね。だけど車の中とかで食べたら大惨事になりそう。やばいね。ぶっ殺されそう。どう食べるか正解はわからないけど、皿に置いたら皿に大量のカスタードが流出して皿ごと舐めなきゃ食べられなくなっちゃいそうだけど、お行儀悪いから舐められない。さすれば大量のカスタードが無駄になる。さてはてどうしたものか。どうやって食べるか。秋田の人教えて。 8. Hachiro Gata, Hatai Kashi 10. 待望のあんごま餅。ごま好きだから待ち遠しかった。前日来たんだけどまさかの定休日でね。チーン。感動したりするものでは決してないんだけれども、やっこくてうめえな。ほんと食べ出したら止まらなくなっちゃった。甘えあんことごまの風味が甘さをかますっから混ざってさ。ねえ、
ちょうどいい塩梅になってんだなこれが。バックバックいってまう。これは名家ね。地元の方々がたくさん買いに来てたのわかる。わかる。八郎型取るときは火曜水曜避けなきゃだね。そうだね。火曜定休水曜不定休ですんで、そこんところよろしく。9. Noshilo. Ryu Men Tamura. 能代郊外にございますこちらのお店。駐車場完備のロードサイド店って感じですね。なんか移転してこちらに来たようですが、11時頃はガランとしてたのにね。そうそう、お昼になるとあっという間に駐車場溢れてましたね。こちらの店主さん、ミシュランガイド東京版で一つ星を獲得した名店と、東京大塚の泣き龍で腕を振るっていた職人さんなんですって。すごいじゃんか。スープは自家製ラー油、八角、山椒と、さらには甘い香りが特徴のシナモンを合わせた特製スープということで、シナモン？食べながらついつい撮影を忘れてしまうぐらい美味しゅうございました。はや、めちゃめちゃうまそうじゃんか。泣き龍のカップラーメンも食べてみたい。お、店主が修行したお店？ミシュラン一つ星の？そうなの。食べログ 3.88 ってただものじゃないわよね。間違いないよ。 3.8 オーバーにフロックはね、ネットで買えんのかな。あなたの大好きなセブンイレブンで売ってるわよ。マジ？即買い即買い。行こう行こう。ということで買ってまいりました。いや、マジうまかったね。お店で食べた方が絶対美味しいけど、このカップ麺バカにできない。下手なお店より美味しい。多分またこれ商品開発部が似せて作ってお店の OK もらったやつでしょ。そうなの？お店がレシピ提供するんじゃないの？違うんだよこれね。セブンイレブン商品開発部なのか日清食品開発部なのか、どっちがすごいのかはわからないけど、結局仕掛けてんのはセブンイレブンだからね。セブンイレブン恐るべし。はや。 10. Noshilo. Nakagawa Shock Door. 1113という超短期決戦店舗。かなり偏僻な立地ですが、かなりの歴史を感じる店構えだよね。かなりのベテラン母さん2人が営むお店。昼休みの男たちがパラパラと集まってきて、あっという間に満席。すごいのね、次から次へと。なんとこちらの食堂フードコートシステムでございます。セルフなの？あのサイズで？そうさ、呼ばれたらね、カウンターに取りに行くシステムなんだ。へー。このサイズの食堂では意表をつかれたけど、その分早く料理が出てくるからいいよね。確かにそうね。あれ配膳と片付けしてたら半分のお客さんしかさばけないかも。鋭い、全くだ。いやー、それにしても爆盛り半端ないって。結構頑張ったんだけど、ご飯が丼2杯分ぐらい残っちゃった。そんなに？こんなに爆盛りだと知ってれば最初からライス半分でオーダーしたのにな。もうもったいないね。驚きなのはアディショナルカレーが最初から乗っかってくるんだよこれ。こんな店見たことない。これは嬉しいし安い。爆量だからね。男たちを虜にする食堂ね。秋田住んでたらちょいちょい来ちゃうな。でももちろんご飯は半分で注文だね。いや3分の1かもしんない。3分の 1？ そんなに。11. Noshilo. Sakurate. お肉屋さんが営むレストラン。こちらは新鮮な馬肉がいただけるということでお邪魔しました。結構お馬ちゃん食べるのね、東北ピーポーね。なんか九州のイメージだったけど。そうだね、熊本イメージって感じかな。最近では高タンパク、低カロリー、低脂質、体にもいいとヘルシー路線で注目されてるんだって。だけど北海道ではあんまり馴染みがないよね。これが臭みもなくさっぱりといただけちゃうんですよ。そうなの？なんかすんげえ癖ありそうで筋肉質イメージだけどね。いえ、とっても癖がなくって柔らかいんだから。だけどなんで馬が桜なんだろうね。見た目はマグロの赤身みたいだけど。推測の域を脱しないんだけれども、これは隠語らしいんだ。江戸時代には獣肉、獣肉ね、を食べることがタブーとされていたみたいなんだ。江戸時代にはタブーとは言わなかっただろうけどね。確かに。これアボカド？そう、アボカド。上流階級の人はこのタブーを守っていたんだけれども、一般的には隠れて獣肉が食べられていたらしいんだよね。それで馬肉には桜、
イノシシにはボタン、鹿にはモミジという隠語を使っていたのではないかということらしいんだ。へえ、飲食業界でトイレに行くとき2番行ってきますっていうみたいなやつ。あ、そうだね、そうそう。2番っていうの？うん。おじさんが学生時代バイトしてた店は小便が猫で大便が犬だったよ。何それ、なんでだろうね。なんでなのかわからんけど。あと、そういえばキャビンアテンダントの中ではめんどくさい乗客を示す隠語でユーユーユーっていうのがあるって聞いたことあるね。なんだっけな、うるさい、うざい、うっとうしいだ。あら、ちょっと気をつけてよ。はーい。12. Akita. Katsudon Takatsu. 秋田ナンバーワンとんかつが低温調理のとんかつのようなのでお邪魔しました。隣の人の 250g のやつびっくりした。あー、すごかったね。弁当箱かと思った。うん、厚さ5センチぐらい。すごいです、このとんかつ。サックサクと揚がってて香ばしい衣。肉が柔らかいし、動物の肉なのこれっていうぐらい臭みがない。うん、これはすごい。トリュフ塩美味しかった。カツだけど天ぷらのような味わいだね。柚子胡椒反則技だよ。ドーピングだ。うますぎる。2017年から脱サラ5年で日本4位ってすごくないですか？日本4位なの？うん、食べログ？うん、すごすぎはる。秋田ピーポー羨ましいわ。全くだ。東京クラスのとんかつがここにあります。これニューヨークだったら$200でも行列だろうね。$200。ニューヨーク行ったことないでしょ。イメージさ、イメージ。いや、脱サラ開業 4,5 年であっぱれでございますね。飲食店開業ロマン、夢を見させてくれるお店です。パジャママン、ありがとう。パジャマじゃないってば。あんたも見習って稼いでちょうだい。厳しい。 Jakai no Meshitabi wa. Gachi de Mata Tabathai. Hachinohe Shimokita Kaiwai. Death. Otanoshimini. See you soon. これはね、はい。多分マレーシアのホテルに泊まった時にね、うん。でもなんかホテルのブッキングミスで、はい。リクエストした部屋がなくて、うん。チャイニーズだらけのホテルに申し訳ないけどそっちに今日は泊まってくださいと言われた時があって、まあしゃあないなっつって、まあ、泊まったのは別に問題なかったんだけど、それなりに綺麗な部屋で、で朝、朝食ビュッフェ、レストランに行って食べたらまあもうチャイニーズだらけですよ。はいはい。で隣のテーブルにちょっと小金持ちっぽい感じの、キラキラ財宝つけた感じの奥様たちが 5,6 人でね食事してたの、朝ごはん。でもう佳境に入ってフルーツの段階に行ってたのね。俺らは食べ始めたばっかりだったんだけど、さっきは奥様たちね、スイカの種をね、ペッペペッペこう机の上に吐くんですよ。はあ。ホテルのレストランですよ。うん。もう中国人との文化の違いがね、一番痛感した。ホテルでも？